駐車場の暗がりに溶けるように消えた。あの男は私の名前を知っていた。2025年9月、韓国のある町に小さなコンビニがあった。その店で私が体験した話だ。深夜2時、ちょうどその時刻だった。自動ドアが静かに開いた。冷たい空気が店内に流れ込む。足音はしなかった。入ってきたのは灰色の服を着た男だった。年齢はよくわからない。表情は読めなかった。ただ、まっすぐ歩いてくる。いつも同じ棚へ、いつも同じ商品を手に取る。黒いラベルの牛乳だった。レジに来る。お金を置いて去っていく。一言も話さなかった。私も何も言えなかった。それが3ヶ月間続いた。毎晩深夜2時ちょうどに1日も欠かさずに、ある夜私は確認した。防犯カメラの映像を巻き戻して再生した。深夜2時のその時間帯を画面に誰もいなかった。棚の前に誰もいない。レジの前にも誰もいない。ただ黒い牛乳だけが棚から消えていた。震えながら私は気づいた。3ヶ月間あの男と目を合わせていたことに、手が触れていたことに、笑顔でありがとうございますと言っていたことに、翌朝店の近くを歩いていた警察の掲示板の前で私の足が止まった。そこに顔写真があった。行方不明者身元確認をお願い。その写真の男はあの灰色の服を着ていた。日付を見た。3年前にすでに亡くなっていたとある。全身の血が引いていくようだった。声も出なかった。あの3ヶ月間が頭の中で再生され続けた。なぜあの男は来ていたのか、何を求めていたのか、黒い牛乳に意味はあったのか。すべての始まりは私がその店でバイトを始めたあの普通の夜にある。次は私自身の話をしよう。あの夜私がどんな日常を送っていたか、そしてなぜあの店を選んだのかを。あれは2026年の春のことだった。私は都内の大学に通うごく普通の2年生だった。講義、図書館、帰宅、毎日が同じリズムで回っていた。特別なことなど何もない。そんな日常を繰り返していた。ただ一つだけ問題があった。お金がなかった。仕送りは少なく、教科書代すら頭を悩ませるほどだった。友人からはカフェのバイトを勧められた。昼間の仕事なら楽だと言われた。でも私には都合があった。午前中の講義を絶対に休みたくなかった。だから夜を選んだ。深夜のシフトならば朝はすく。そう考えて求人サイトを開いた。画面をスクロールしていた指が一件の募集で止まった。駅から徒歩8分。深夜0時から朝6時まで。時給は少し高めだった。コンビニの夜勤。それが全ての始まりだった。面接はあっさり通った。店長は穏やかな中年の男性で、特に変わった様子もなかった。制服を受け取り、初日の日付を告げられた。その日の帰り道、私は特に何も感じていなかった。ただの仕事だと思っていた。深夜に一人で店番をして、商品を並べて、レジを打つ。それだけのことだと、最初の1週間は、本当に平穏だった。客足は少なく、深夜2時を過ぎると、ほとんど誰も来なくなった。静かな店内で、私は教科書を広げ、時々コーヒーを飲んだ。悪くない環境だと思い始めていた。照明は白く、少し眩しすぎるくらいで、外の闇との対比がくっきりしていた。自動ドアの向こうは、深夜の住宅街が広がるだけ。風が吹くと、
看板が揺れた。それ以外は何も動かなかった。そんな夜が続いた。10日目、15日目、20日目、やがて1ヶ月が過ぎようとしていた頃、私の中である違和感が育ち始めていた。毎晩、決まった時間に決まったものを買っていく。あの客のことが頭から離れなくなっていた。1ヶ月が過ぎていた。その間、私の夜はある種の規則に支配されていた。レジに座り、雑誌をめくり、時計を見る。そして決まった時間が来る。午前2時、きっかり自動ドアが開く。灰色の服の男が入ってくる。最初に気づいたのは音ではなかった。匂いだった。男が入ってくるたびに、ふと冷たい空気が流れ込んでくる。それ自体はおかしくない。深夜の外気が入るのだから。でも、その空気には何か別のものが混じっていた。土の匂いがした。雨上がりの湿った土。それでいて、外は乾いていた。雨など降っていなかった。私は鼻をこすり、気のせいだと思った。深夜の疲れが感覚を狂わせるのだと、次に気づいたのは温度だった。男がレジに近づくたびに、空調の設定が変わっていないのに、空気がひんやりとした。夏の夜だというのに、指先がじんと冷えた。私は無意識に腕をさすっていた。それから、男は毎回、同じ棚に向かった。足音がするはずだった。床はフローリングで、人が歩けば必ず響く。でも、彼の足音は聞こえなかった。聞こえないというより、届かなかった。距離があるのに、何かが音を吸い込んでいるような、奇妙な静けさだった。私は気づかないふりをした。深夜アルバイトは精神を消耗する。幻聴も錯覚もよくある話だ。先輩からそう聞いていた。夜中は頭がおかしくなる。気にするな。と、だから私は気にしないようにした。でも、ある夜、男がいつも手に取る商品を私は確認した。黒いパッケージの牛乳。その商品は陳列棚の一番端にある。私が補充するたびに、翌朝には必ず1本だけなくなっていた。レシートの記録を遡ると、毎回午前2時ちょうどに購入されている。一度だけ正面から顔を見ようとした目があった。と思った瞬間、男はうつむいた。顔の輪郭が蛍光灯の下で妙にぼやけて見えた。影の落ち方がおかしかった。光源は真上にあるのに、男の顔には影が深すぎた。その夜、私は初めて確かめなければと思った。翌日、防犯カメラの映像を確認することにした。その夜から私の中で何かが変わった。あの男の顔を正面から見た。確かに見た。なのに、思い出そうとすると、輪郭がぼやけて、うまく像を結ばない。目があった。と感じた瞬間だけが、妙に鮮明に残っている。翌朝、目が覚めても、その感覚は消えなかった。昼過ぎ、私は店長に頼んで、防犯カメラの映像を確認させてもらった。理由は、レジの操作ミスを確認したい。と言った。嘘をついてまで確認したかった。それほど気になっていた。モニターの前に座り、午前1時50分から再生を始めた。映像は荒かった。古い機材で、フレームレートも低い。それでも、入り口付近は十分に映る。私は、画面を食い入るように見た。午前2時、ちょうどになった。扉が開いた。映像の中でセンサーが反応して自動ドアが動いている。それははっきり見えた。ところが入ってくる人物がいない。扉は開いた。閉じた。でも誰もいない。私は再生を止めた。巻き戻した。もう一度見た。
また、止めた。また、巻き戻した。何度繰り返しても、結果は同じだった。扉だけが、開いて、閉じる。店内のカメラも確認した。飲料コーナーを映したカメラ。レジ前のカメラ。全部で3台。全部の映像で、午前2時のが確認。人の姿はなかった。なのに、私はあの夜、確かにあの男を見た。検品リストにも、記録が残っている。黒いラベルの牛乳が、1本、減っていた。頭の中が、真っ白になった。体が、動かなかった。椅子に座ったまま、モニターを見つめ続けた。画面には、静止した深夜の店内が映っている。蛍光灯の光、無人の通路、揺れない空気、その静寂が、急に、恐ろしくなった。店を出て、駐車場の端で空気を吸った。深く息を吸っても、肺がうまく膨らまない気がした。視線を上げると、ガラス扉の横に、古いポスターが貼ってあった。色あせた紙に、数枚の顔写真、地域の警察署が配布した、行方不明者の一覧だった。私の目は、一枚の写真で、止まった。頭の中で、記憶が重なった。あの男の顔と、写真の顔が、ゆっくりと、一致していった。次の夜、私は初めて、あの男に、話しかけることを決めた。翌日、シフトに入るまで、私は一睡もできなかった。あの顔が、まぶたの裏に張り付いていた。色あせたポスターの、あの顔が、午前1時50分。私はレジカウンターの前に立っていた。手のひらが、じっとり濡れていた。呼吸を、意識的に整えた。午前2時、自動ドアが、開いた。冷たい空気が、一瞬で店内に流れ込んだ。灰色の服、うつむいた頭、いつもと、全く同じ姿だった。男は、ゆっくりと、冷蔵コーナーへ向かった。扉を開ける音も、足音も、何もなかった。ただ、そこにいた。私は、奥歯を噛んだ。声を出すなら、今しかない。足が、床に縫い付けられたように動かなかった。それでも、口が開いた。すみません。声は、思ったより小さく、震えていた。男が、止まった。動きが、消えた。店内の空気が、凍ったように感じた。蛍光灯の音だけが、やけに大きく聞こえた。男は、ゆっくりと振り返った。目が、合った。その瞬間、私の思考が、止まった。真っ白になった。男の目は、黒くも白くもなかった。ただ、濁っていた。色が、なかった。生きている人間の目では、なかった。口が、動いた。男の口が、動いた。佐々木、くん、私の、名前だった。一度も、名前を名乗ったことは、なかった。ネームタグも、つけていなかった。それなのに、男は、私の名前を呼んだ。低く、かすれた声で、まるで、ずっと前から知っていたように、足の感覚が、消えた。レジカウンターの端を、両手で掴んだ。男はもう、何も言わなかった。振り返り、いつもの棚へ歩いた。黒いパッケージの牛乳を、一本取った。レジへ向かってくる。私の手が、震えながら、バーコードを読み取った。金額を告げた。コインが、カウンターに置かれた。触れると、冷たかった。氷のように、冷たかった。扉が、開いた。男は、出て行った。駐車場の暗がりに、溶けるように、消えた。私は、その場に座り込んだ。膝が、笑っていた。名前を、知っていた。あの男は、私の名前を、知っていた。翌朝、シフトを終えて帰宅した。玄関の鍵を開けた瞬間、スマートフォンが震えた。知らない番号からの、メッセージだった。文面には、一言だけ書いてあった。もう来るな。あの一言が、頭から離れなかった。もう来るな。
送り主は不明だった。番号を調べても何も出てこなかった。存在しない番号だった。私は画面をじっと見つめた。指が震えていた。削除しようとしてできなかった。その日から日常が変わり始めた。まず眠れなくなった。目を閉じるとあの男の顔が浮かんだ。灰色の服、うつろな目、そして私の名前を呼んだ。あの声、低くて乾いた声だった。感情がなかった。まるで録音されたものを再生しているような声だった。次に外が怖くなった。コンビニまでの道を歩くたびに視線を感じた。振り返っても誰もいない。路地の角も電柱の影も全部確認した。それでも感覚は消えなかった。私は一人ではない。その確信だけが膨らんでいった。3日後の夜だった。シフト前に近所のコインランドリーへ寄った。深夜の1時過ぎ。店内には私だけだった。洗濯機の回る音だけが響いていた。ふと窓の外を見た。街灯の下に人が立っていた。灰色の服だった。息が止まった。目を凝らした。その人物はこちらを向いていた。動かなかった。風が吹いても微動だにしなかった。3秒、5秒、10秒、視線を外した瞬間、消えていた。街灯だけが冷たく光っていた。私は荷物を抱えて走った。アパートに飛び込んで鍵を二重にかけた。翌朝、大学の友人に話した。笑い飛ばされると思っていた。ところが、友人の顔が曇った。それ、私も見たかもしれない。友人は静かに言った。先週、私のアパートの近くで灰色の服の男を見た。という。ただ、立っていた。ただ、こちらを見ていた。私たちはしばらく黙っていた。偶然ではなかった。あの男は私の店に来るだけではなかった。私の生活の中に入り込んでいた。職場、通勤路、自宅の近く、全部知っていた。全部見ていた。名前も住所も日常の動きも。あの男は最初から私のことを調べていたのかもしれない。でも、なぜ3年前に死んだはずの人間が、なぜ私を。答えは次の夜に来ることになる。答えは意外なほど近くにあった。あの夜、警察署から帰った私は眠れなかった。布団の中で天井を見上げ続けた。目を閉じると、あの男の顔が浮かんだ。灰色の服、黒い牛乳、午前2時。ぴったり。なぜ私なのか。3年前に死んだ男が、なぜ私を選んだのか。翌朝、私は古いアルバムを引っ張り出した。特に理由はなかった。ただ、何かを確かめたかった。ページをめくる手が途中で止まった。そこに、あの男がいた。写真の中で、父の隣に立っていた。笑っていた。若い頃の父と、若い頃のあの男が、肩を並べていた。手が震えた。母に電話をかけた。声を落ち着かせながら、尋ねた。父の古い友人の話を、すると母は、少し間を置いてから、静かに答えた。あの人なら、知ってるわ。お父さんの、大学の頃の友達よ。3年前に、亡くなったって聞いたけど、部屋が、しんとした。私は受話器を握りしめたまま、動けなかった。3年前、その年は、父が事故で入院した年だった。長い手術、意識不明の日々。私が毎晩、病院の廊下で泣いていた。あの年、父は、助かった。奇跡的に、回復した。あの男が死んだのは、父が最も危険な状態にあった
その夜だった。すべてがつながり始めた。私の脳裏に一つの考えが浮かんだ。あの男は父を助けるために何かを引き受けたのではないか。死んでなおこの世に残り続ける理由があったのではないか。それがもし本当なら、あの男が私に見せたかったものは恨みでも怒りでもなく別の何かだったのかもしれない。午前2時の常連客、黒い牛乳、レジの前に立ち続けたあの静かな背中、私に気づいて欲しかったのだ。私に伝えたかったのだ。父のことを、あの夜のことを誰にも語られなかった。一つの約束のことを。次の夜、私はコンビニに向かった。シフトはなかった。それでも行かなければならなかった。午前1時58分、私はレジの前に立った。扉の方を見た。両親が動いた。午前2時、扉が開いた。扉が開いた。冷たい空気が流れ込んだ。私は息を止めた。灰色の服、うつむいた顔、あの男がそこに立っていた。足音はなかった。影もなかった。ただ、確かにそこにいた。男はゆっくりと歩き出した。いつものように冷蔵ケースに向かって、いつものように迷わず同じ場所へ黒い牛乳を手に取った。待って、声が出ていた。自分でも気づかないうちに男の手が止まった。静寂。店内の蛍光灯がかすかに揺れた。男が振り返った。その瞬間、私は初めてその顔を正面から見た。警察のポスターで見たあの顔だった。3年前に川で発見された身元不明の男性。去年32歳。名前も家族も長い間誰にも知られなかった人。父のかつての友人。男の唇が動いた。音はなかった。それでも私にはわかった。頼むと言っていた。ほう。何かが伝った。涙なのか恐怖なのかわからなかった。ただ胸の奥が締め付けられた。わかった。私はそう答えた。男は静かに目を閉じた。黒い牛乳が床に落ちなかった。消えた。男ごと空気に溶けるように消えた。午前2時01分。店内には私だけが残った。レジの前に立ったまま、私はしばらく動けなかった。恐ろしかった。けれど、それ以上に胸が痛かった。3年間、誰にも届かなかった声があった。毎晩、同じ時間に、同じ場所へ来続けた理由があった。黒い牛乳は、父への合言葉だったのかもしれない。生前、2人でよく買って飲んだ。あの味。翌朝、私は父に電話をした。すべてを話した。父は長い間、黙っていた。そうか、と、父は言った。声が、震えていた。あいつ、ずっとそこにいたのか。父が泣いているのは、初めてだった。3年間、未解決だった男性の身元が、その後、正式に判明した。父の証言が、きっかけだった。小さな記事に名前が載った。たった一方だけれど、確かにそこに刻まれた名前だった。あの男はもう来ない。午前2時の扉は静かなままだ。あの背中はようやくどこかへ向かったのだと私は思いたい。次の夜もその次の夜も扉は開かなかった。代わりに残ったのは小さな使命と忘れられない一つの問いだった。本当にこれで終わりだったのだろうか。あの夜から何かが静かに変わった。劇的な変化ではなかった。世界が揺れたわけでも誰かに褒められたわけでもない。ただ私の中の何かが確かに動いた。コンビニの夜勤は続けた。午前2時になると
今でもつい扉を見てしまう。古い習慣というのはそう簡単には消えない。けれど、もうあの背中は現れない。灰色の服も黒い牛乳もあの静かな立ち姿も全部どこかへ行ってしまった。父の証言が記事になった日、私は一人でその小さな紙面を見つめた。名前がそこにあった。たった一行だったけれど、確かに刻まれていた。3年間、誰にも知られなかった男の名前が、ようやく世界に刻まれた。それだけで十分だと思いたかった。思いたかった。けれど、ある夜、常連の老人がレジに話しかけてきた。最近、静かになったね。と、彼は言った。私は少し驚いた。気づいていたのか、と思った。前は、なんか、変な気配があったんだよ。毎晩ね。老人は笑いながら言った。その笑顔が、温かくて、私は何も答えられなかった。変な気配。そう、確かにあった。あれは、恐怖だったのか、それとも、助けを求める声だったのか、今でも、答えは出ない。ただ一つ、言えることがある。あの男は、誰かに見て欲しかったのだと、私は思う。ただ、そこにいたことを、知って欲しかったのだと、私は今、空のレジカウンターを磨く。丁寧に、丁寧に、磨く。意味のない行為かもしれない。それでも、やめられない。あの場所に立っていた誰かへの、小さな礼儀のつもりで、午前2時の扉は、今夜も、静かなままだ。風が吹いても、開かない。誰も来ない。当たり前のことが、今は少し、寂しく感じる。本当に、これで終わりだったのだろうか。その問いは、まだ、胸の中に残っている。答えを探すつもりは、もうない。ただ、忘れないでいようと、決めた。次の夜が、来る。そして、エピローグへと続く、最後の扉が、もうすぐ、開く。あれから、時間が経った。どれだけ経ったのか、正確には言えない。ただ、あの便利店での夜間バイトは、もうやめた。理由は、一つではない。でも、一番の理由は、きっと、みんな、わかっていると思う。灰色の服の男のことを、誰かに話したことがある。信頼できる友人に、ただ一度だけ、彼は、笑わなかった。静かに聞いて、こう言った。それ、今でも、来ていると思うか、と、答えられなかった。あの夜のことは、夢にも出てくる。午前2時ちょうどに、扉が開く。冷たい空気が、すっと入ってくる。レジの前に立つと、誰かの気配がある。黒い牛乳を、一本、カウンターに、置かれる。でも、顔が、見えない。目が覚めた瞬間、いつも胸の中に、何かが残っている。恐怖ではない。もっと静かな何か。まるで、誰かに、呼ばれているような、感覚。警察のポスターで見た顔は、今でも、鮮明に覚えている。3年前に亡くなった男性。名前は、出せない。ただ、その顔は、確かに、あの男と、同じだった。偶然だという人もいるだろう。見ていただけだと。でも、あの CCTV の映像には、誰も映っていなかった。3ヶ月間、毎晩、同じ時間に、同じ場所に立っていた人が、映っていなかった。それを、どう説明する？今も、時々、感じることがある。深夜にふと目が覚めた時、窓の外が、妙に静かな時、誰かが、そこにいるような、気配。振り返っても、誰もいない。でも、いないことが、逆に、怖い。あの男が、何を伝えたかったのか、今でもわからない。黒い牛乳を、毎晩買い続けた理由も、わからない。ただ一つだけ、確かなことがある。彼は、ここに来ていた。理由があって、来ていた。扉は、今夜も、
静かなままだ。風が吹いても開かない。でも、午前2時が近づくたびに、私は少しだけ耳を澄ませてしまう。終わっていないという気がして、ありがとう。一緒に見てくれて、次の夜もあなたのそばに何かがいるかもしれない。